ちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は2026年度版 IKEA に行くならこれ買った方がいいですよ30選を紹介します。特に新生活に向けて IKEA でこれは買っておいた方がいいですよっていうものをインスタグラムのストーリーズから意見を募りましたので、たくさんの方からのご意見も紹介していきます。 IKEA は新商品がどんどん入ってきますので、定番のおすすめアイテムもどんどん変わっていきます。また今回は全部小物を紹介します。オンラインでも購入できますので、遠方の方もぜひチェックしてください。まずはキッチンアイテムからです。こちらは去年の下半期に発売されたばかりの食器です。なんとメイドインジャパンなんです。今のところアジア9カ国のみでの発売となっています。残念ながらとても軽量で頑丈なのが特徴です。シンプルなデザインなので使いやすいです。私はこのお茶碗と深皿の2種類を購入しましたけども、全部で9種類もサイズ展開がありますので、欲しいサイズもきっとあると思います。食洗機 OK、 電子レンジ OK、 メイドインジャパンと書かれています。重ねた時も収まりがいいので収納場所に困らないのも嬉しいポイントです。今後アジア以外の国での展開もあるといいなと思ってます。こちらも去年発売になったストックホルム2025コレクションのプレートです。こんなかっこいいお皿も IKEA にあるんです。こちらはメイドインポルトガルでございまして、食洗機 OK、 電子レンジ OK です。かなり使い勝手がいいプレートで本当に毎日使っています。あと IKEA で人気があるのはグラデリグシリーズ。ちょっと縁がグラデーションになっていておしゃれです。とっても安いオフタストシリーズも大人気で、すごい頑丈で、この陳列状態を見ていただいたらわかると思うんですけど、とても頑丈です。また最近 IKEA ではお皿がセット売りではなく1枚から買えるようになりました。今までは結構4枚セットとかで売られることが多かったんですけども、1枚で買える食器が増えましたので、ますますおすすめになりました。インスタグラムのアンケートでもやっぱり食器類っていうお声が一番多かったです。こちらはリアルに今日の朝ごはんですけども、さっき紹介したプレートとお箸、スプーンなども IKEA のものを愛用しています。味噌汁が入っているマグカップも IKEA のもので、マグカップの種類はとにかく豊富です。そしてどれもお手頃価格ですので、ぜひマグカップも選んでみてください。私はこの IKEA365 シリーズのガラスのマグと、こちらは最近購入した大きめのマグカップ IKEA のものを愛用しています。ちょっと一気に持ってきましたけども、保存容器も IKEA おすすめです。ガラス製で、もちろん食洗機 OK、 電子レンジ OK、 なんとオーブンも OK なんです。一番使っているのはこちらの正方形のタイプです。ちょうど今も全部稼働中でしたので冷蔵庫から出してきました。ミニトマトを入れています。でこの蓋はですね、こちらもとてもおすすめでして、蓋は別々で買うことができます。こちらはシリコン製の蓋を使っています。ピタッと蓋は密着してるんですけども、パッと開けることができて時短なので気に入っています。ただちょっと日本ではもう販売終了してるみたいでした。こちらの長方形のタイプも蓋が同様にいろんな種類がありまして、こちらは最近購入したんですけども、ただ乗せるだけの蓋です。ロックなどが何もついてなくてパッと開けられて便利です。密閉はできないんですけど、上に重ねることもできますし、平らなので。見栄えが気に入っているのはこちらの竹製の蓋です。ちゃんとパッキンがついてまして、結構ちゃんと密閉されます。開けるときは少し大変です。はい、こんな感じで端っこから開けます。でもう一つこういうプラスチック製の蓋もあります。こちらはロックがついていて密閉できますし、あと食洗機に入れられるのも手軽で使いやすいのがいいところです。結構こんな風に蓋を好きなのを選べるのが IKEA の特徴だと思います。あとこちらのガラス容器は3個セットで売られているもので、意外と入るんですよ。とても便利です。晩ご飯の残ったおかずなんかを翌日の昼ご飯用に入れたりするのに使えます。よく四角いので小スペースなのも嬉しいです。蓋は4辺にロックがあるタイプです。この蓋のスタンドは
3D プリンターで印刷したものになります。 IKEA は世界中にファンがいるので、誰かしらがこういう便利グッズを設計してくれています。 IKEA の保存容器非常におすすめですので、自炊される方はぜひチェックしてください。他にも丸いサイズですとか深いサイズ展開もあります。プラスチックの容器よりもガラス製の方が匂いもつきにくいので、色移りもしにくいので気に入って使っています。あとインスタグラムのアンケートの方に回答をもらったのがこちらの鍋つかみです。私もこの日使いました。このように指先だけはめて使うもので、子供もパッと使えるのでとても重宝しています。シリコン製なので汚れたらパッと洗えるのがとても便利だと思います。あとちっちゃくて小スペースなのも押せます。あとご意見いただいたのがこのクングスフォルスというマグネットクリップです。このハサミも私は結構好きで使っています。 IKEA で2つセットで安くで売ってるんですけど、食洗機対応でキッチンバサミとして使っています。このマグネットクリップは3つセットで売られています。すごくね磁力が強いのが特徴です。クリップなんですけども、このようにフックっぽく使っています。とてもスタイリッシュでいいですよね。あと玄関でも使っています。こちらにかかっていますのも鍋つかみなんですよ。 IKEA で買いました。意外と重宝していて、このくにゃくにゃなんですよ。すごくミトンとかよりも手にはめなくてよくてパッと使えるので便利です。でこれはさらに鍋敷きにもなります。ぜひマグネットクリップとセットで購入すると引っ掛けて収納できるのでおすすめです。少しでも自炊をするのであれば必ずおすすめしたいのがこのシリコン鍋蓋です。これは2026年も健在でおすすめです。3枚セットなので様々なサイズのフライパンやお鍋に使えるだけじゃなくて、このようにラップ代わりにも使えます。ラップよりも断然時短なので好きです。あとキッチンクロスも IKEA で買うのをとってもおすすめだと思います。私はこのリンニングのシリーズをずっとリピート買いしています。4枚セットで売られていまして、大きさはこのぐらいのものです。 IKEA の特徴として必ずこのような、必ずかわかんないですけど大体のものにはこのようなループがついていてフックにかけやすくなっています。でこれは綿 100% なんですけども、他にもいろんな種類があって、この柄は今ちょっともう販売してないんですけども、リネンコンのものもあります。シワシワにはなってしまうんですけど吸水性がいいので使いやすいです。こちらも今は販売してないんですけどもレーヨンコンになっています。いろんな素材でいろんなデザインのものが売られていますので、しかもどれも手頃価格ですからぜひ IKEA チェックしてみてください。こんなワッフル素材のものもありますし、最近はまた新商品もいっぱい出てまして、ただいま選びたい放題でございます。こちらはパイピングのデザインがとてもおしゃれです。色合いも素敵です。リネンとレイヨンが混ざった素材となっています。すごく柔らかくて使いやすそうでした。続きましてはバスルーム関連のグッズです。デザイン性の高いものやカラフルで可愛いものがいろいろ売ってるんですけども、必ず IKEA でおすすめしたい王道の商品がありまして、こちらのバスマットです。カラーバリエーションがどんどん変わっていくんですけども、うちはグレーをずっと使っています。トフトボーという商品です。ほんと吸水性もいいですし、裏はちゃんと滑り止めもついてまして、そう最近ねリニューアルして滑り止めが強化されました。毎日洗濯乾燥機までかけてるんですけど、それでももう全然へたらなくて、なかなか替え時がわからないバスマットです。バスタオルはボーグションシリーズを愛用しています。で今回もやっぱボーグションおすすめっていう風にご意見いただきました。サイズ展開もたくさんあってカラーバリエーションもありますし、でこれはミニバスタオルサイズなんですけど、もうやっぱり耐久性がすごくいいです。パイルの短いタイプなので、これを使うようになってから洗濯機の糸くずが減ったのがすごく印象深いです。
もう何年も前の話なんですけど、スポーツタオルよりは大きめでバスタオルよりは小さめっていうサイズ感が絶妙です。髪の長い女性でも十分な大きさだと思います。あとやっぱり照明っていうお声もたくさんいただきました。私もおすすめします。シェードもコードセットも電球もリモコンもぜひ IKEA で買ってほしいなと思います。シェードすごく安くておしゃれなものがたくさんありますし、本当にコスパいいと思います。子供部屋で使っているこちらの商品はシェードだけじゃなくてコードセットもセットになっているものです。電球は別売りとなっています。IKEA のスマート電球を一緒に買われるのがおすすめです。そうすればリモコンで操作できるようになるので便利です。スマート電球はまた対応のものに入れ替わっている時期です。他の国ではもう出ているので IKEA ジャパンでもそろそろ出るんじゃないかなと思っております。スマート電球も IKEA とってもおすすめです。なぜならとても安いからです。こちら洗面所の電球は3つとも IKEA のスマート電球を使っていて、センサーと連携させて人が来たらつくようにしています。こういった卓上のライトもとてもいろんな種類が売っていておしゃれなものが買えますのでおすすめです。こちらのキノコのような照明はガラス製で全く安っぽくありません。電球自体もこのようにデザイン性の高いものもありますし、しかもこれなんかはスマート電球なんですよ。電球、コードセット、ランプシェード、リモコン、このあたりは IKEA で買うのおすすめです。で、繰り返しになりますけどもスマートホームが刷新されてましてまた対応になっています。なのでスマートプラグなどもこれから出ると思うんですけども、2026年は IKEA でスマートホーム化が注目されていくと思います。あとやっぱり忘れてはいけないのが充電式乾電池です。何かと充電式乾電池って使うと思うので IKEA 行ったら買っておいてください。メイドインジャパンです。いろんな電気系の YouTuber の方が比較検証されていて、いろんなメーカーのやっぱりコスパの面では最強というふうに評価されています。これはIKEA の充電器で一緒に買われるのおすすめです。単3も単4も両方充電できて収納ケースにもなっています。照明コーナーが見えてきたら電池買わんとなと思い出してください。だいたいどの IKEA も売り場その辺なんじゃないかなと思ってますけど、どうなんでしょうか。あとご意見いただいたのがリーサトルプバスケットです。もう IKEA の有名なバスケットです。ほんと可愛いですよね。そして頑丈です。カラーバリエーションもたくさんあります。とにかく可愛いバスケットとしておすすめです。もっと言うと他の国で買うよりも IKEA ジャパンで買うのがおすすめです。めっちゃ安いです。かさばるんで旅行者の方は持って帰るの大変かもしれませんが、私はこんな風にパンを入れるのに使っています。ざっくり収納ができるのでお子様も使いやすいと思います。トイレットペーパーも4ロールほど入れることができるので収納におすすめです。取っ手もついてますのでお手洗いの高い位置の棚に置くのに良さそうですね。あとたくさんご意見いただくのがロースコグワゴンです。結構 IKEA と言ったらこれみたいなイメージの方が多いみたいで、一昨年ぐらいにリニューアルしましてキャスターにロックがつきました。カラーバリエーションもとてもおしゃれです。私は収納というよりはこのように天板をつけて移動できるサイドテーブルっぽく使うのがおすすめかなと思っています。収納用品として活用するのはちょっと難しいかなと個人的には思っています。結構バスケットなんで取り出しにくいし丸見えになるしですっきり見せながらうまく使うの難しいんですよね。この食器はグラデリグシリーズですね。とてもおしゃれです。で、私はこのルームセットに置いてあるロースコグワゴンよりもミニサイズの方をリビングで使ってまして、最近の使い方を紹介したいと思います。こちらキッチンカウンターの下なんです。パッと見あまり目につかない位置なんですけども、充電ステーション兼リビングの小物置きとして使っています。まずロースコグワゴンの周りにビョル光線というサイドテーブルで囲ってます。日本はベージュとブルーが今出てます。結構時期によってカラーが入れ替わってしまうんですよ。よく使うリモコンをここに置いています。あとは充電する場所にしています。ビョル光線の天板はマグネットがつくので
マグネット式のケーブルホルダーが便利です。でケーブルが生えてる元はこうなってまして、こちらの延長コード IKEA のものでして、とてもカラーリングがおしゃれでコードもおしゃれですし、で安定感も抜群です。で PD 対応のタイプ C がありますので、2口充電速度も速いです。でコンセントは3つついてまして、ちょっとサーキュレーター使いたいわって時はこんな風にここに挿して、ワゴンなのでスッと中にしまうことができて目立たないというシステムになっております。ワゴンの2段目はティッシュやタブレットを置いたりしています。この黒いごっついケーブルとアダプターはパソコン用のなんですよ。でもね、こうやって入れてしまえばすっきり見えるので気に入っています。スマートスピーカーとか電源がいるものをこういうところに置くのもいいかなと思ってます。今 IKEA では可愛い時計がたくさん出ています。過去一じゃないですかね、こんないっぺんに可愛い時計が出たの。この春 IKEA に行かれる方はぜひ可愛い時計もチェックしてください。私も絶対買います。これはお知らせですけども、最近雑誌に載せていただきましたモノマスター3月号です。 IKEA とカルディ無印の特集になっていて、結構濃い内容で面白いです。マニアに聞いたおすすめというコーナーで IKEA 枠の1人目に紹介していただいております。美容室とか行かれたタイミングでもしよかったらご覧になってみてください。次回は新商品の購入品など新商品についてたっぷり紹介していきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。